難しくなってきたほら俳句も勉強しなきゃいけない。そうですね。陶器も勉強しなきゃいけない。勉強することたくさんありますね。若い時代からやった方がいいよ。そうですね。今のうちに頭に入れて。で本当はわびさび盆栽は言うからはい。お手前も勉強した方がいい。まっちゃんのお手前ね。それから商品盆栽っていうのは煎茶の石化だ。だからそういうふうにいっぱい勉強することがあるわけ。で俺はこうやって言うけど俺もやってんのよちゃんと。そういう話ですね。だから自分で陶器もやった。まあお茶も先生にはなれないけど、まあ出されたら恥をかかないで飲めるぐらいの作法は一応ね、そういうふうにやんないと人の前で話したりなんかするのはできないの。でも今の人はほとんどそういう勉強をしないでやってるわけ。そうですね。だからそれじゃ本当は人の前に話すのは本当は失礼に当たるわけ。お茶、そうですね。だからそう人の前でやるってことは一応先生と呼ばれるから。そうですね。だからいろんな勉強をした上じゃなくてできないわけだ。はい。はい。持ちます。いいよいいよもう一回。わかりました。はい。なんで難しいかというと、はい。一本の木でいろんな花が咲くわけ。だから一本の木でいろんな花を咲かせなきゃ面白くないわけ。はい。でこの勉強ができなければ、この勉強ができればもう手入れは半分以上できたと思って。これが分かんないといくら手入れがうまくてもダメなの。ここよく覚えてよ。はい。単色だけっていうのは一個木咲かない。はい。一つの花ね。まあ種類によっていろいろなんだけど、例えば白が白一色木咲かない、赤なら赤一色木咲かない、はい。を単色だけって。それから三色だけってのがあるはい。ね、はい三色っていうのは白とはい。赤と、はい。あと何、はい、白だろ、はい。であと一色。ほらこういうのを勉強しなきゃダメなんだよ。そうですね。だからそれじゃさつき手入れしましょうさと、これが分かんないと手入れできない。はい。さらに難しくなるんだよ今度は。ほらほら、ああ難しくなってきた。地合い先ですか？うん地合いだけっていうのははい。この3色の他にはい。赤と白の中間色が咲くわけ。あこういう感じなんですあ。か。こんな感じ。いやそうじゃない。ちょっと山の光と試して。はい。山の光。ほとんどの人は手入れてるとただ枝切ってるだけだと思うんだけど、はい。すごい難しいんだよさつきは。この勉強ができないと手入れができない。館の月ですか？これ。全部さつきなんですようね。ん、こんなまだ古い本だからもっと新しいのがいっぱいあるよ。じゃあ本当にいろいろ配合されて作られてるんですうね。ん、でさつきは他の種類と違ってはい。登録制だから全国全部共通なの。ああ、じゃあ牢屋柿とは本当に違うんですね。だから牢屋柿はいい加減なの、あれは。うんうんうん。だから本当は登録制にしてうん全国共通にしないとダメなの。あ山の光って言うんだけど、かわいい。これが赤、これが白あ。はい。でこれが地合いなの地合いって言うんですね。ね。はい。それであと覆輪が出る。覆輪っていうのははい。なんつったらいいかな、
で出にくいやつは覆輪専門のやつが一つの名前になるわけで、いい？はい。この他に中間色が出るわけね。はい。中間色がね。はい。そうすると山の光を一本持つとはい。白い花のそこを刺すと今度名前が変わっちゃうの。あ、変わっちゃうんですか。地合いが白からは出ないの。だからこの地合いの時には柿色地って書いてるでしょ。はい。この地っていうのがすごい大変なの。柿。この柿色のところを刺さないとはい。山の光の名前がじゃなくなっちゃう。で遺伝で言うと、はい。赤が一番優勢だから、はい。3色咲くやつの赤いのを下に作っちゃうと両方ともどんどん減ってっちゃう。あ、劣勢だからですか。はい。それが剪定の時に難しいってことだかなんですよね。らこの何々字ってみんな書いてあるから、はい、この地色って言うんだけど、はい、この地色を8割方その木に残していかないと継続していかなくなっちゃう。難しいですね、その剪定っていうのが。だからこれを知らないと名前が変わっちゃうわけ。だからさっき言った山の光の白を指すと火山って種類になっちゃう。火山。赤がその代わり、はい、さっき言った柿色じゃ出ないわけ、火山からは。火山っていっぱいあるんだよ。同じ火山だよ、名前が違う。それから、はい、これ底白って言って中が白く抜けるんだけど、はい、肥料が強いと白が少なくなっちゃう、肥料が弱いと白が多くなっちゃう。そういうまた難しさもね。すごいですね、はい、これは昭和50年のだから。ああ、すごい歴史のあった。すごいね。これ毎年変わってくるわけ。管理方法もそれぞれ違いますし難しいですね。だからこれを持ってると、はい、パッと見て小さい字のところを読むとどういう花でどういうのができてるかっていうのが分かるわけ。それから今言った白赤が遺伝でいう優勢なんだけど、逆の種類がある。だからそれは親が赤い種類の親だと、その種を引くからなんていうの、赤が優勢じゃなくなるわけ、遺伝でいう。だからそういうことを全部勉強しないとこれ手入れできない。そうですね、そこも奥まで。そうですね、本当にその通りだと思います。だからさつきの本を一冊買ってもらって勉強しないとさつきはできないよ。簡単にはいかないよ。だから分厚いんだもんね。今言ったこの単色だけなら一個刻がないから簡単に手入れができるわけ。はい。ね。ところが3色だけが地合いだけの場合にはどこにどの花が咲いたかよく覚えるか、なんか印をつけないと。そうですよね。花が終わったらもう分かんなくなっちゃいますもんね。それでさっき言ったこの肥料のやり方で花の色が変わっちゃうんだから、はい、そこのところも勉強しなきゃいけない。なんかさつきっていうのはツツジっていうのは新芽が出る前に花が咲くんだけど、さつきっていうのは新しい芽が出てから花が咲くわけ。新しい芽が出てから花が咲く。面白いですね。ね、そこがツツジとさつきの大きな違いなんだけど、ね。で、さつきの場合には通称川ツツジっていうぐらいで水が好きなの。
ところがツツジの場合には山ツツジって山にあるツツジは水が好きじゃないの、嫌いなの。そうなんですね。うんうん。じゃあ本当に僕がよく言ってるんでしょ、自然を見て、うんその木を早くマスターしなさいって。あだから山にあるツツジいろんな種類があるんだけど、それはサツキとはまるっきり違う方法なの。感じ方法が用土やなんかも難しいですね。どう見たほら、ってそう本当いうふうに。に勉強しなきゃいけないんだよ。あ、なるほど。ほとんどの人はツツジもサツキも同じだと思ってうんうん。例えばミヤマキリシマツツジってあるでしょ、有名な。赤い花が咲く。それは火山灰の子あだから、まあ有名なんじゃ雲仙普賢岳っつって、ほらこの間爆発したでしょ、あー何年か前に。あ、はい。そこはいっぱい入ってる。そういうふうない好きじゃないところに生える。ところが川ツツジっていうぐらいサツキは、だから鹿沼土で植えて水虫を良くする。じゃあ土の管理も違うんですね。全然管理が違うし、用途も違うし、ほとんどの人はそれ同じだと思ってる。まあ防災やってる人の興味持ってる人の 90% 以上の人は同じだと思ってるんでしょそうですね。それでカラスさんですね。ね。それでカラスさん。とどっちかが枯れちゃう。そうですよね。ちゃんと札を書いとかないと分かんなくなっちゃいますもんね。花が終えた後は。だからお母さんが簡単にさつきのせいって言うけど、この勉強ができてないと、はい。本当は手入れができないの。そうですよね。しっかり場所とか覚えたりとか、うしてん。そのでバックストーリーを。さつきっていうのはなんて言ったらいいかな、花がさっき言ったように新芽が出てから咲くから写真を撮って、もう他のものを持ってきて新芽の間にパッと置けば自然に咲いてるように見えちゃう。だから本物の花をちゃんと見て勉強しないとダメだ。だから雑誌なんかですごくいろんな色が出てるなと思っても、花を取ってきて適当に置けばいいんだから、同じ種類の本当にそうなるんですか。ね。そうですね。だからあんたが今これお母さんが言う通り、さつきの手入れをしましょうって手入れをして、はい。手入れはできても次の年その種類の花がちゃんと咲くかどうかっていうのが問題なの。でさっき言ったように赤いのは遺伝で優勢だから、一番上頭っていうんだけど、一番上に赤いのが来ちゃうと、それから伸びたのが全部赤になっちゃう。そうなんですか。そこの兼ね合いもすごい難しい。そこだから一番上は地色ってさっき言ったでしょ。はい。だからその地色を持ってこないとダメなの。地色を持ってくると、そこから先も赤とか白とかそういう色が咲く色なのが咲くようになるわけね。で今度増やす時にね、花が咲く花びらが5枚ある。この5枚の下から新しい芽が出てる。赤いこの花びらのところの下を刺すと赤い花になっちゃう。で遺伝でいう優勢だからいい穂が出てるわけだ。な、そうですね。そういうことでしょ。そうですね。強いんだから。はい。すると大概の人いい穂だからって刺すわけだ。と違うのができちゃう。じゃあ結構さつきは挿し木が簡単にできちゃうってことですか。挿し木は簡単にできる。面白いですね。まあ盆栽の中で簡単な方だね。挿し木はね。じゃあ面白い、本当に花どんどん挿していけばいろんな花が楽しめちゃうってことですもんね。だけど楽しめるも、なんていうかな、ここのところを勉強できないと人の前で話はできない。それで先行きいい木を作って町の展示会に出そうと思っても、これをよく理解してないさつきが出したら恥かいちゃうわけだ。自分の考えてるものは違うものができちゃうんですもんね。奥が深いですね、さつき一つとっても。だからさつきって言って一言に言ってもすごい難しいんだよ。